はい、どうも皆さんこんにちは、ちゃまるです。今回ですね、キャラ紹介をやっていきたいと思うんですけれども、今回紹介するキャラはこの子、チセです。はい。総力戦が近いっていうこともあって、はい、自分いろいろ触ってみてるんですけれども、この子について話していきたいかなと思います。で、この子、ストライカーで、アタッカーのミドルですね。で、攻撃タイプが神秘で、防御タイプが重装甲となっています。はい。で、地勢は、この適正、地形適正は次の総力戦で、市街地適正が A なんで、そちらもいいかなと思うんですよね。あと一つ、ちょっと、話したいことがあって、地勢の武器がこのグレネードランチャーなんですよね。で、これって、この生徒のこのヘルプのところで見ると、実は範囲攻撃なんですよ。はい。ここにも書いてある通り、グレネードランチャーとかは命中した位置に範囲ダメージを与えますということで、はい。なんで通常攻撃が、地勢は範囲攻撃です。はい。ただ、めちゃくちゃ範囲が広いわけじゃなくて、本当に隣接している敵がいったら当たるぐらいなんで、あんまり過信はしすぎずにっていう感じなんですけれども、でも一応、知っといて損はないかなという情報ですね。でちなみに、次実装されるアリスはレールガンなんですけれども、縦一列に並んでいったら全員ダメージ与えるっていう、はい、そういう仕様になってます。はい。で、EX スキルですね。こちらは、コスト4で遠距離範囲の敵に対して、攻力の 56% 分の持続ダメージを与えますということで、地勢の強いところでもあるんですよね、こちらの EX スキルは。はい。特に敵が移動しない、ずっと固定で動かない場合は、ほぼほぼ地勢のこの能力は強いだろうなと思いますね。はい。なんで次の総力戦も、この後、総力戦についても、話すと思うんですけれども、総力戦でも、この EX スキルは生きてくるんじゃないかなと思ってます。はい。で続いてノーマルスキル。ノーマルスキルは、25秒ごとに遠近範囲の敵に対して、ダメージ与えますよっていうスキルですね。こちらも、普通に強いですね。はい。遠近範囲内の敵に、ダメージを与えてくれるっていうんで、これも複数敵を巻き込めるっていうのも、結構な、いい点だと思います。はい。でパッシブスキルが攻撃力 14% 増加っていうことなので、こちらの、スキルはアタッカーである知性にとってはありがたいスキルですね。はい。で、サブスキル。自分これ神秘解放して手に入れたんですけれども、こちらは通常攻撃時に 10% の確率で、やけどの、持続ダメージを与えますよっていうことですね。で、クールタイム5秒で、20秒間与えます。これ、なかなかえぐいですね。普通に。っていうか、知性って持続ダメージ大好きっ子なんですね。EX スキルで攻力の 56% 分の持続ダメージを付与って書いてるのに、サブスキルで10% の確率っていうわけで、ちょっと少なめの確率でありますけど、それでも攻力の 53% 分、どっちもレベル1なんですし、レベルが。3% ぐらいしか差がないっていうことを考えると、このサブスキルって結構強いんじゃないかなと思ってます。はい。10% なんでね、はい。当たらない時は全然当たらないっていう状況にはなると思いますけど、それでも、この EX スキルで、付与できる持続ダメージと、ほぼほぼ同じくらいの持続ダメージを与えれるっていうのは、実践にとってはかなり強いのかなと思ってます。はい。で、使える場面なんですけれども、任務とかでしたら、あれですね。それこそ10勝以降とか、神秘アタッカーが必要な場合には、ほぼほぼ採用されるだろうなと思ってます。はい。で、PVP に関して言いますと、現状ちょっと採用される場面はあんまり見ないかなっていう気がしますね。神秘アタッカーなんで、椿に、有効なんじゃないかっていうふうに、思うかもしれないんですけど、この子ちょっとあれなんですよね。命中値が低いんですよ。99っていう。なんで回避タンクにとってはちょっとありがたいと言いますか、こちら
こちら側からするとちょっと辛いみたいな風になってしまうんですよね。でこの持続ダメージっていうのもこの命中値を参照して与えるので持続ダメージが当たらねえっていう場合も出てくるんですよ。はい。なんで PVP ではちょっと現状は採用されにくいのかなと思います。はい。春菜とかイズナとかの方がいいのかなとはちょっと思います。で、総力戦ですよね。はい。ここが気になるところだと思うんですけれども、実際に来ていないので想像の範疇でしか話せないですけど、自分は強いのかなと思ってます。はい。それこそ新規アタッカーは手持ちが少ない人が多いだろうなと思いますし、あと知性って前回のイベントで新名文字が手に入ったじゃないですか。なんで、ガチャそんなに回してない人でも、知性を持ってるっていう人は多いのかなと思うので、そういうのもあって、あと神秘解放、その新名文字を使って神秘解放しましたっていう人もいるかと思うんですけれども、そういうこともあって知性は総力戦ではかなり使えるんじゃないかなと思います。はい。で、ここで出てくる問題が、前の動画でも挙げたと思うんですけれども、アスナとどっちがいいのか問題ですよね。これなんか自分いろいろ見てるんですよ。それこそ編成組んだ状態でクレジット回収挑みに行って、じゃあどっちの方が速度速いのかとか、実際それ試してみたんですけれども、春菜とイズナが強すぎて、はい、あまりなんていうんですか、差が明確に出ませんでした。結果的には、はい、あいつらがちょっと火力高すぎて差が出るような感じではなかったんですよね。で、じゃあだったら個人個人で見ようかなと思ってクレジット回収に挑みに行ってレベルが低いところで、知性1人で光栄はセリナとコタマ入れて挑みに行った場合と、あとはアスナ入れた場合、アスナ1人とあと光栄はセリナとコタマ入れた場合で挑みに行ったんですけれども、それでもなんかあんまり明確な差は見られなかったんですよね。はい。知性の場合はアスナとの明確な差をつけるために自分はコタマのスキルは使わず、ずっと知性の EX スキルが溜まったら使うみたいなっていう立ち回りでいって、でアスナの場合はアスナのスキルとコタマのスキル2つを使って立ち回るってやり方でやったんですけど、明確な差は出なかったんですよね。はい。でしかもクレジット回収って敵がコロコロ変わるじゃないですか。なんで知性のこの EX スキルが生きないんですよ状況的に。はい。っていうのもあってなんかあんまり明確な差が見られなかったんですよね。なんかトレーニングモード的なのがあったら嬉しいなとは本当に思うんですけれども、でも現状は神秘解放のしやすさ、星3までのしやすさで言ったら知性の方がいいのかなっていう気がしてますね。前回のイベントも含めてですけど、ただその代わりアスナはハードでどっかのところで新名文字が手に入るので、それをずっともう毎日欠かさず回ってるっていう人はアスナの方が神秘解放しやすいっていう人もいるとは思います。でも難しいですね。編成がどうなるのかっていうのは分かんないですけど、自分は最初知性入れた状態で挑んでみようかなと思ってます。はい。これはアリスが当たった場合ですよアリスが当たるっていう前提で話してるんですけれども、アリスが当たらなければ春菜、イズナ、知性、アスナの4人で挑むことになると思うんですけど、アリスが当たれば、春菜、イズナ、アリス、知性の4人で最初挑もうかなと思います。はい。模擬戦闘って挑んでからですけどね。なんかなんでアスナじゃないのかっていう話もあるかもしれないですけど、理由としてはそのクレジット回収とかで挑んでみた結果って言ったらいいんですかね。ぶっちゃけそんな差はなかったですよ本当に。でしかも実際の総力戦と違って敵がコロコロ変わる戦い方なんで、なんていうんですか、こっちの方が 100% いいみたいなっていうふうに言い切らないですけど、でしかもそんなに差が生まれてない状況ですし、なんでなんか感覚的ですけど知性の方がいいのかなと思ってます。はい。ちなみにこの見比べるときには装備とかレベルとかは一緒にしてます。この装備ですね。
もティア3、ティア2、ティア1ってしてて、春菜の方もティア3、ティア2、ティア1っていう風にして揃えてて、できるだけ差は出ないようにしてます。はい、レベルも一緒にして、神秘解放も両方とも星3にしてっていう風に、見比べてやったんですけれども、結果はそんなに差は出ませんでした。はい、本当にもうここら辺は感覚的な問題じゃないのかなと思いますけど、でもとりあえず知性は総力戦で使えるのはほぼほぼ間違いないので、育てておいて損はないのかなと思います。はい、ということで、今回は知性について、話していったんですけれども、総力戦が来るっていうことで知性を育てておいて損はないのかなと思いますけど、アスナとどっちがいいか問題っていうのは悩ましいですね。ぶっちゃけアスナ以外にも比較できるキャラは多いですけれども、それこそイオリだったり、あとはアカネだったり、デバフ入れた場合はどうなのかみたいな、そういったいろいろなんていうんですか、比較できるするキャラは多いと思うんですけれども、その中でも自分は知性は個人的に好きっていうのもあるんですけれども、推しキャラランキングには入ってなかったですけれども、それでも自分基本的に百鬼夜行のキャラは全員好きなんで、っていうのもあってちょっと知性は入れて挑んでみたいかなと思います。自分他にもいろいろな、動画、ブルーアーカイブの動画が出ているので、よければそちらも見ていただけると嬉しいです。それじゃあまた。バイバイ。